平本選手と対面できて彼に触れられるっていうことが今素直に嬉しいですね。はい、ベイの後は今回の試合に向けてちょっとたまに MMA スパートキックボクサー上がりというかストライカーですし、僕と富坂がやったような打撃で勝って、あとはもうとことん切ってみたいな感情を考えてるかなと思ったので、ぶん殴られたり蹴られたりしながらドロドロしていこうかなと思ってます。はい、足の状態は大丈夫ですか？大丈夫です。左足の人差し指の腓骨って根元の骨がパックリ折れちゃってたんで、踏ん張ることとか何もできなくて、それで練習全然できてなかったんですよね。逆に怪我してたからもうやるしかねえなって吹っ切れてた。逆にそれが良かったかもしれないですね。自分自身がどれだけ可能性を秘めてるのかすごい楽しみです。自分の力を今日は信じようと思います。おはようございます。今回再出発の日なので必ず結果残したいと思います。私の愛する歌がなくて寂しいと思うんですけど、今回勝利して次サラが歌えるように今日は絶対勝ってください。格闘技の何たるかをその根底から揺るがしかねない事件でした。まさにみそぎマッチ、そんな声も聞こえてきます。久保優太元妻サラさんも会場に駆けつけています。関水流空手 IGF アントニオ猪木の DNA が受け継がれています。プロレスラーとは総合格闘家のことである奥田圭佑。さあまだ勝ったことのない2人向かい合います。さあケージの中で戦われます。ライジンランドマークです。さあテイクダウン狙いで組みついていきます。くっつくことができたっていう成功じゃないですかね。まずは足広げて刺して、いやそこ相手力使うから大丈夫だよ。ケージ際のその攻防っていうのはブレイブでも生まれてたんで、その辺は自信あったというか落ち着いて宮戸代表の指示通りできたかなと。でも投げに行かないですね。自分から引き込む形になりました。結果上になったのが久保。これはミスだと思います。ここ最近久保君本当に組んでも簡単に倒れなくなったんで、相手の失敗でもあるんだけど、組んだ時に多分いけないと思った。だからもうやるしかないと思って。滑らせながらの肘です。右落としていく、もう一つ危ない。さあ肘まっすぐ落としていきます。上から冷静に殺そう。今度は右の肘だ。鋭角なところを落としてきます。さあ動き止まったか。いやこれもあとレフェリーをジャッジした。やはり止めました。さあ無慈悲な残酷勝を繰り広げて、勝者久保。あの日から10ヶ月ぶりです。そして MMA 初勝利です。いやもう会場本当すみません。勝つまでやるしかないとこのままじゃ引き下がれないでしょ。マジで悔しいです。組まで良かったのに投げで全部自分でぶち壊しちゃった感あったんで本当に悔しいです。俺はまだこのままじゃ終わんないから、絶対もう MMA ぶっ壊しちゃうから。俺はプロレスラーなんでまだまだやります。本当に身体を考えるつもりだったんですけど、支えてくれたサラちゃんに本当にまずは感謝の気持ちを述べたいと思ってて、ありがとうございます。これが僕の本当の再出発リスタートだと思ってます。ここから頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様盛大な拍手をお願いします。本当に終わった。おめでとうございます。バツイチでしたよ。もう結構肘を教えてもらっててやばかったっすねこれ。よかったね。ありがとうございます。よかったね。やっと勝てたね。これで次歌えるじゃん。自分のこと今回もいろいろ時間も犠牲にしたし、なんならベイビーも犠牲にしたから。練習つけた3週間ぐらい本当によかったよ。やっとスタートラインに立てたって感じだね。おめでとう。ありがとう。名古屋で起死回生の一発は飛び出すのか。さあカットバセ魚井フルスイングです。そのルックスと周囲に敬意を払う立ち居振る舞いで
日本のファンのハートを一発で掴んでみせたヤン・ジヨン、早くも2度目のライジン参戦となっています。第1ラウンドスルスルっとケージのセンターに出てきたのは韓流スラッガーヤン・ジヨンです。いいよ、最初はゆっくりでいい。我慢しようと思ってるんですけどね、我慢しきれなくなるんでしょうね1ラウンド半分ぐらいまでは我慢してると思うんですけど、もうどっかでもいい加減にしろってなるんですよねさあスタンドに戻ってどうかというところです。右打って効いてる、ちょっとぐらついた、ちょっとぐらついた、この一発なるフルスイング。下がるのもったいない、お前今聞いてるから。おじさんレベルチェンジしてシャドウ、それはずっと変わんない。もったいないよっていう今指示がありました。回転の速い打撃はヤン・ジヨン、左のショートフックがかすったか、右から飛ばしたけどここで今上位一ラウンド目聞いてましたね。聞いておけばよかったですね。冷静だったです。シャドウ畳みかけた方がいいなと思ったけど、まあ、そこはね動きが出ましたよねこれがライジン2戦目、初のケージでの、日本では初のケージでの戦いです。ヤン・ジヨン対する動いするフルスイングは現在連敗中。踏み込んで左がありました。前に相手来てくれるから、相手来てくれる、足にそれ止まってるとタックル入りやすいな。一瞬足のスイッチもありました。ヤン・ジヨンここもスイッチします。基本はサウスポー、さらに左一撃、一発で仕留めた日韓フルスイング対決、左のストレート一戦、ちょっと違う軌道で出しましたね。ヤン・ジヨンが最後はシャープに打ち抜いたホームラン。しまったな。ほんですぐ止めてもらって。でもパウンド一発鉄槌ちょっと入れられてたら、しょうがないです。あれは止められる。本来あそこ聞いたところで行かないとあれだったけど、でもまあ持ってる武器としてはな、持ってる武器の中でやれたんじゃない。あれだけどよくやってる。怖がらずに合わせきったから。終わった直後でアドレナリン出てってのはあると思いますけど、ちょっと休んで続けていいですかね。ここが入らんかって分かったと思います。その中でキュッておかげで本当に僕も気持ちは折れてないんですけど、惰性でやらないようにすみませんっていう聞いてる感じです。はい。まあ人見なんでね、上だったらいいんじゃないかなっていうところですけど。基本はサウスポー、さらに左一撃一発。늘 준비했던 기술이고 1라운드에 해야 되는데 2라운드에서 좀 아쉬워. 아사쿠라 선수가 손이 부상인데 손이 100% 회복되면 그때 보고 싶어. 普段決して言葉が多い方ではありません。実直な正確なゆえ、試合前のトラッシュトークも派手なパフォーマンスもありません。だから試合で見せるしかない。いつもより少しだけギラついているファンタジスタに期待せずにはいられません。組んで投げて叩きつけて殴って組んで投げての無限ループ。プロキャリア12戦目、遅れてきた大物オールドルーキー東進倉本和真です。1ラウンドのゴングです。いきなり倉本がプレッシャーをかけに行きます。さあ石渡さん、いきなり来ましたね。テイクダウン。無理にペース取りに行こうとするとやっぱ消耗も激しいんで、ちょっと相手の様子探りながらで攻めました。で立ち上がってくる、一本強いか、離れます。打撃を上達させるのはもちろんなんですけど、打撃でじゃあその人らを超えるってなると今更無理なんで、誰にも負けない組を生かしてやらないといけない。ちょっと下がりすぎたな。プレッシャーかけてるのは全体的に倉本選手だったから、本当は自分がケージの真ん中でプレッシャーかけた方が持ってるじゃないですか。今それをさせないぐらいのプレッシャーだったから、
この近い距離でのショートの打撃が今日冴えています元谷です。組めましたね。元谷から組んでいった。自分の雑な面があって、そこをうまくやっぱり元谷選手がしっかり向こうはラッシュかけてきたりとかして、やっぱうまかったですね。殴りつけるパウンド。さあ元谷念願の宣言通りの KO フィニッシュなるか。はい、立っていいよ、クラウン、立っていい、立っていい、立って膝なんで。そして返していったバックを取った倉本極上です。先ほどはジャーマンがあった2発目。ジャーマン行くんですね。これはもう意地。3ラウンド後半は自分のパンチが入り出していいペースかなと思って。効いてますね。元谷のパンチ打撃前に出ていく。倉本交代。倉本がいける止まる。おいボーナスもらうんだろ。いけ、そうだ倉本が下がった。元谷前に出る。どうだ。拳で決着か。残り40秒。前のめり。倉本前のめり。この顔見ても分かる通り、絶対的に僕がダメージ大きいんで、いやー悔しい。まあこういう結果になって実力不足なんで、次どうするかやめないんで、こんなんね負けて終われないんで、まだ頑張ります。あ、くそ、めっちゃ悔しい。でかいんですよ、めちゃくちゃでかいな。取るって言っとったもんな。ああ、今年ボーナスなしや。なんか負けた感じになってくる。勝ったからちょっと思って、めっちゃいい試合でした。めっちゃいい試合でした。めっちゃ盛り上がったから。会場めっちゃ盛り上がってました。それが一番嬉しいです。ボーナスより嬉しいです。本当はしっかり勝って朝倉選手どうですかって言いたいんですけど、まあでも一歩ずつ上がっていけば、もうあと1勝2勝で絶対やらざるを得ないぐらいまで勝てばいいだけなんで、まあ着々と進んでいきます。足元から迫り来る人間トラップ。本当に人間なのか、妖怪か、いや今成正和という生き物、名古屋に出現。アクセルしか踏まない拳の暴走者鈴木千尋が今日も変わらずたけっている。タイトル戦線に近づくべく命がけのノックアウトを狙いに行きます。さあまず中央を取ったのはクレイジーダイヤモンド鈴木千尋です。一方不気味に待ち構えてローキックを放っていきましたのが今成正和です。ぶっ倒すかぶっ壊すかっていう、そういうことですね。今成ロールだ。迫り来る足元の人間トラップ。今まで戦ってきた中で一番圧があって何かを感じました。もしここで俺が一歩攻撃したら何かがあるんだろうな、必ず何かが返ってくる圧があって、目に見えない恐怖っていうか。ちょっとお腹のあたり気にしている今成正和です。お腹顔やばいっすね。めっちゃ痛いです。まあ要は一番の観察ですね。何を取りたいのかをちゃんと見て、で本当に片足のローシングルだけ狙ってんだなっていうのが分かったんで、で2ラウンド目から勝負に行こうと。鈴木千尋は次の展開を考えているでしょうか。まずはこの状態をキープしています。そして今もうちょいだったんですけどね、本当に向こうが持ってたんですね、やっぱりそういうものを。足換から逃げないことですね。足取られてもかかとで蹴る、バキとか言いましたけど、折れないんだったら生きてる間も殴り続けるっていうのを目標にしてたんで、とにかく逃げないことです。その相手の必殺技から。膝をいろんな角度に曲げて対応頑張ってます。取れなきゃ負けなんで
知らないです。時間10秒切りました。さあここで一気にエンジン全開を出すか。滑り込んできたところで今ガンション回転上からポジションでそして踏みつけ判定に入ります。最後は踏みつけました鈴木千尋。青鈴木よって勝者いきなり巡ってきた今成正和との一戦乗り越えてみせました。試練を超えました。クレイジーダイヤモンド鈴木千尋 MMA4 連勝です。いやー怖かったー。初めてだなこんな。やっぱ格闘技って面白い。大晦日絶対 KO すっから出場させてください。入らんの入ってけんな。いや痛い目になった。ああまあいいや。いやー千尋君マジお疲れ様。いやマジ怖かったです。すごいやばいよ。多分ねじっていったんですよねちょっとだけ。いった？あそっか。高校行かれた時に足取られた時はもう俺らも乗ってみろよと思って、でも俺はおられないでぶん殴って思いっきり蹴り飛ばしてやると思って勝負して、だからそれはある意味リスクをかけて僕は勝利を手に入れたんで、試合の中で決めた判断がいい方向にいったなと思いましたね。チャンピオン目指すにあたって今成選手みたいな相手が来たとしても足利はもう怖くないです。他の人が足利強い人がいたとしても今成さんより絶対に強くないんで、だからそういう人にも胸張って自信持って戦えるなと思うんで。ファンもアンチもその視線と興味はこの男に向いてしまう。平本蓮 MMA キャリア4戦目、4ヶ月前初勝利を挙げたばかり。これまで SNS その親指一つで熱狂的な信者と圧倒的なアンチを生み出してきました。常に風を巻き起こし火をつけ、どんどんシルエットが大きくなる美しきドブネズミ平本蓮。今日もゆらゆらと花道に姿を見せてまいりました。リングの支配者白仮面の魔王ヤマスドミネーターサトシ。むき出しになる仮面で隠す狂気をはらんだ格闘家としての素顔。 MMA は毎回出会ったことのない自分に出会える。終わるまで出られない狂った究極の遊び場に今足を踏み入れました。ヤマスドミネーターサトシ。このケージの中は深い深い覗き穴。エリートもドブネズミも格差なんて関係なし。レディーファイト。今第1ラウンドのゴングです。さあ石渡さん、はい始まりましたね。彼が最初サウスポーで構えてたんですよね。で、ずっとここ最近の試合はオーソドックスだったんで、やっぱりいきなりサウスポーで来られてちょっと面食らったというか。山瀬選手が大体手が入ってこの右からの入りが多かったんで、左足奥にして懐深くして、そこのコントロールの隙間で当てていこうと思ったんで、あれで結構面食らうかなと思ったらやっぱ想像以上にやっぱ嫌がってたんで、ただしっかり右足前で構えてくれてたんで、ちょっと一回崩す意味でローキック入れとこうかなと思った以上に崩れはしたんですけど、ただちょっとその後自分がうまく畳みかけられなかったんで。右のローキックバランスを崩した。さらに右のストレート効いた、右のストレート効いた。行かなくていい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 。効いた、右のストレート効いた。付き合いません、深追いはしません平本。やりづらいと思いますね。考えてたことがしっかりはまったのかっていうような。平本はね今空手もね非常にトレーニングの中に取り入れて、そうですね、拳が狂気というか、そういう強みというか怖さを自分の中で出していけたらいいなっていうのは思って空手を始めたんで、空手がしっかり自分の中でボクシングいい具合に生きていたんじゃないかな。そこに左のストレート右。今成さんと練習してたんで、
ドミネーターさんが絶対スライディングとか足換とか絶対狙うだろうなと思ったんで3日前にちょっと対策したんですけど、なんとなく自分の手札には加えてたつもりだったんですけど、ただ付け焼き場でしたね。まだ足危ないです。ここで立ち上がってまいります。立ち上がってくる山瀬。今日は打ってるように見えます。右飛び込んでいく山瀬。勝ってこいと平本、あくまでもスタンディングを挑発してくる、煽ってくる。自分的にはコントロール全部できてて、パンチ何も見えてないなと思ったら、もういつでもテイクっぽいような感じで、だからこれが打撃の塩漬けですね。だからもう本当すごい強いレスラーが何回もテイクダウンしてもうこれ無理立てないなって思わせるのと同じ逆バージョンを作れたの。ちょっと距離が近いよっていうのと、あとしっかり横にも動けっていう話と、本当に最初のダウンで全て持ってかれた感じもしますし、そこの距離感設定のミスが後々に響いてしまったなと思ってますね。なかなか皆さん山瀬が入りません。そうですね。気持ちの弱さが出てしまったかなと感じてますね。もうやられていいから行かなきゃっていう気持ちにまだ慣れなくて、入っていこうとから右の拳が当たった。ちょっとバランス崩しながらでもタックルに行きました。離したくない。落ち着いて総合の試合ができるようになったっていうのが一番でかいかもしれないです。将来 UFC でチャンピオンになりたいっていう夢に対してもすごいいい自分の中でレッスンになったんじゃないかなと。ことごとく切られます。もうダウンしてもいいから泥臭く食らいついていこうっていう覚悟は決めましたね。杉山さん、タックルいった。タックルに行きましたね。テイクダウン取れるか。テイクダウン取れるか。しましたね。チャンスかもしれません。まだ。腰切れ。全然問題なかったですね。逆にケージが本当すごいやりやすかったですね。またケージでやりたいです。離れた。どうですか、ドミネーター山瀬のパンチが近い距離で平本を捉え始めたか。当たったか、また当たったか。ちょっと口を開けているドミネーター。もうタックルの力ないから打っていいよ。最後はもうあと1回したらもう投げようとしたから。もう10秒切っているファイナルラウンド。山瀬ドミネーター、その下に平本連終了のゴングを聞いた。ここに入ります。なんとジャッジ柴田、青白本、ジャッジ片岡、青白本、6点勝者白本。やはりライジンの名古屋は何かが起こる。 MMA4 戦目の平本蓮がほぼ完封状態で MMA キャリア2勝目を挙げました。全然ハストだからごめんなさい。最高でしたしね。なんか汗なのか涙なのか血なのか分かんなかった。やっぱり強かったなと思いましたね。本当に全てを否定されたというか、今までやってきたけど彼の力の前にも完全に封じ込められたなっていう気持ちもありますし、前にゆっくり休んでおっしゃいました。いやゆっくりそう休んでまずは好きなことやったらいいよ。好きなことが格闘技だからそれをもう一回好きになるようにやってる。いつやめればいいですか今成さん。俺やめてダメだ。足から取って今成さんに自慢した。すごく心配なのが
試合前いろいろありすぎて結局70キロだったじゃんとかそういう話が言ってしまうのが個人的にはすごく嫌で、ただ単純に彼があの場で強かったっていうことが全てだと思いますし、彼をしっかり評価してほしいと思います。僕は今まで、対戦相手でもない選手をこうたくさん侮辱したりいつも悪態ばっかついてるんですけど、僕は今日ちょっとこの場をお借りしてお詫びするわけないでしょう。これからは平本蓮の試合です。平本蓮は平本蓮でした。やっぱ月聞いたで足かみも外したさらにもううわみたいなのも気持ち折れてたんですよ。すげえ何あれその通りです。今空手のレスリング出さないとこれはもう終わらせてもいいかな。ダメなんです。それやるとストライカーはやられるんですよ。もうあの感じだと絶対タックル取れないと思う。いやよく辛抱しました。15分。我慢しましたね。我慢。すごい。いやまさかみんな俺がこんな強いと思わなかったんじゃないですかね。僕天才なんではい僕もうみんな言うじゃないですか、練習では USC クラスで、はい、それがこれです、はい、これからどういう人と戦っていくかですか。頭痛2期ですかねやっぱ、はい、今日のダメージ多分あいつ負ったら死んじゃいますよ、はい、髄液垂れるんじゃないですか試合中もっとひどい頭痛を与えてやりたいです。いろんな人に批判されながらも茨の道を歩いてる中、まあ普通に生きたって面白くないですからね。やっぱ飛び級してなんぼだと思っていいですね、はい、自分の可能性を信じたいです。